皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開、ステップアップを目指していきましょう。この動画は足上げバリエーションシリーズ実践の5本シリーズでご紹介してきた技術を取り入れている基礎ステップやネタを練習できる動画になっています。ここまで4本にわたって足上げのバリエーションを練習できる実践編をお届けしています。今回はそれらが実際にどのようなシーンで使われているのかということを知っていただくとともにマスターしていただきたいと思っています。ダンス初心者の方は膝下を扱うこと、足を一本にして扱うこと、これらを避ける傾向にあると感じています。インストラクターの方も同様で、特に入門者の方に対しては膝を上げる足上げだけにとどめる場合が多いように感じています。例としてスティーブ・マーティン、これは足を一本にすることを利用して、ステップを構築しているんですが、見た目は入門レベルです。しかし入門クラスの中で最初から取り入れていくっていうケースはほとんど見ません。足の上げ方には種類がある。そしてチョイスによっては難易度が変わってくる。そんなことを念頭に置いて、今回ご紹介する技術と照らし合わせてみてください。新たな発見や新たな課題が見つかることと思います。私自身も今回のシリーズを通して足の上げ方ってこんなに頻繁に使い分けなきゃいけないんだなと改めてダンスの奥深さに触れた感覚があります。ぜひ全部の実践編コンプリート目指して頑張っていただきたいです。足上げバリエーションシリーズではまとめ解説動画を皮切りに全部で5本にわたって実践練習動画をお届けしています。各実践動画に対して体の使い方やコツの方をご紹介する解説編もセットでアップしています。実践編プラス解説編で知識の方も技術の方もバランスよく向上していただきたい、そんなシリーズを作りたいなと思っています。ステップマスターを目指すためにもぜひ一緒にトライしていただきたい内容です。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV はダンスを様々な角度から楽しめるコンテンツをお届けしています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンまでぜひポチッとよろしくお願いいたします。気合を入れすぎてたくさんご紹介していますので、ぜひねコツコツ一つずつマスターしていただければいいなと思います。それでは行きましょう。5、6、7、レッツゴー。
さあ、それでは足上げのバリエーションシリーズ、今回は実践編の5になりますね。そちらのメニューの解説をしていきたいと思います。今回皆様に伝えたい足上げのバリエーション、主に2つになります。一つは膝をしっかり伸ばして足を棒のように足1本で扱っていこうよというもの。そしてもう一つは膝を支点にしていただき、これを後ろに曲げたり、ガニ股で見せたり、内股で見せたり。これが今回のシリーズでご紹介しているものなんですが、もう一つかなり以前ですね、足上げの5方向というものも出しています。そのやり方としてはだいたい膝のところ90度にして骨盤の高さまで膝上げようよと、それを各方向に上げていこうよというシリーズなんですが、今3つご紹介しました。これ確認させてください。1本足で扱うもの、膝下をコントロールしていくもの、そして足を高く上げるもの。主にステップってこの3つの種類をやっておけば、ほとんどのステップ網羅できることになっていきます。もちろんね、ちょっと特殊な上げ方、踏み方っていうのはあるんですけれども、主に基礎となってくるのはこの3つだと思ってください。さあ、この実践編の5では基礎のここで使われているよということをご紹介していく動画になっています。すっごい細かい解説っていうのは別動画の解説編でやりたいので、今回はどこで使われているかを主にご紹介していきたいと思います。それではまず1つ目、スティーブ・マーティンですね。このようなステップがスティーブ・マーティンと言われていますが、準備ポジションとなるここですね、早速足1本で使っています。これがもし緩いとですね、アクセントが見えなくなってしまいますので、しっかりと裏しっかり取ったらここで足を踏んでいく、チョン突きですね。そしてまた取っていく。3つ目も持っていく。そしてもう1個あります。後ろにターンして切り返すシーンがあるんですが、ここで後ろの1本足使って、そこから90度の足上げを使ってまた伸ばしてからステップしていく、ここで使われているのがスティーブ・マーティンだと私は考えています。さあ、2つ目ご紹介したいのはリープホッパーですね。リープ系全般に言えることなんですが、足伸ばして持っていくっていうのが最初に練習する初心者用なんじゃないかなと私は考えていて、リープホッパーはサイドに2回こう跳ねていくのをリープホッパーと呼ぶ場合が多いです。他にもリープ系3種類という動画も出しているんですけども、フロントリープ、そしてバックリープ。私は指差しの代わりに足差しを使ってそこに向けてジャンプして着地してねと言うんですが、この時に必要になってくるのがやはり1本足です。目標を定める、目標を定めるから飛びやすくなる。これがご紹介したかったリープです。さあ次、ロジャーラビットをご紹介したいと思います。ロジャーラビット、横から見た方が分かりやすいかな。足上げ、90度の足上げから後ろの1本足、そして1本足のまんまオンバランスに持っていく。そしてこの瞬間に足上げが行われ、1本足差し替える。この3つの工程で主に成り立っていますが、やはりこれ背面の足1本ということで少しねふにゃってしまう人がいるんですよね。そうすると自分がどこでリズムを取っていいかわからなくなるので、リズムが崩れてしまってループができなくなるということが多いので、やはりこの1本足で後ろに扱っていく。まずは初心者の時ははっきりと足上げと足1本を取れるようにすると、比較的早くロジャーラビットマスターできると思います。で、ちょっと記憶が定かではないんですけれども、実践の録画をした時にもしかしたら裏で取ってしまっていたかもしれないです。1 and 2 and 3、このやり方も決して間違いではないんですが、初心者の時は A and 1 and 2 and 3と取った方が軸をオンバランスに戻した時に、アクセントって感じやすいので、そっちの方が初心者向け。そして1 and 2 and はちょっとね中級以降、中級とまではいかないんですけれども、ちょっとそっちの方が難易度高いということだけはご了承ください。そして一応ロジャーラビットは足1本プラスとさせていただいているんですけど、このプラスの部分だけちょっと説明させてください。こういう風にやる場合もロジャーラビットと言われることがあります。膝下が円を描いてアクセントを地面を刺すような感じになります。言い換えるとスコップで地面を掘るようなイメージですね。この足の踏み方苦手な人って結構多いんです。で、ロジャーラビットはそこまでではないんですが、この地面に差し込んでいくっていうエネルギーをスコップ状に伝えていくと、また後ろに戻っていきやすくなるので、
ロジャーラビットのここ、そしてここの差し込んでいく、もしくは両足でやる、このスコップ状に持っていく感覚っていうのをプラスとさせていただいています。これ詳しくは実践編の4の方をご覧ください。さあ次にご紹介したいのはパーティーマシンです。パーティーマシンは足ね、内股にこういう風にやって、そして横に蹴っていく。後ろでもいいんですね。横に蹴っていく。はい。この時に軸足を一歩外に。この外に出したものを伸ばしている方を軸足にして、またガニ股にします。後ろでも OK です。ここから軸足を外に出しながら足を一歩にしていく。こういうことですね。はい。ここでしっかりと足を伸ばしておかないとまたリズムが崩れてしまうのと戻れないので、ここの練習をしていただきたいなと、そんな風に思っております。そしてプラスの部分の説明なんですけれども、膝下でガニ股や内股コントロールするのもご紹介したいことですよね。これが掛け合わされてるわけです。掛け合わされてるわけです。ここから足を一本にする、こういうことですね。こういうことです。こういうことです。これが組み合わさっているということでプラスとさせていただいています。さあ次にご紹介したいのはサイドスイングになります。私はジャズもやるのでロンデっていう言い方をしたりします。ステップとしてはここからこのように回し、2ステップ踏んで回し、はい、円を描いていくようなコンパスのようなイメージです。でこれは組み合わせとさせていただいているんですが、足1本で扱うのにご紹介しているのは前、斜め、そして横、そして斜め後ろで後ろと、この片足に対して5方向を上げる練習をこれまでにしてきていただいているんですが、これを円状につないでいかなければいけません。で使う筋肉が移り変わっていきますので、その辺もね解説編の方で詳しく解説していきますが、移り変わっていきますので、これをうまく軸足の柔らかさとともに、はい、円を描いていく。でまたここでタイミングを合わせて円を描いていく、バランス整えて円を描いていく。この足1本で扱う半径の方、この円を描くっていうのはサイドスイング練習としてはすごくいいので、ぜひマスターしていただきたいと思います。さあそれでは次にご紹介したいのはサイドスイングと非常に似ているんですが、ファンキックというものです。多分ねストリートダンスではファンキックという言い方をしないと思います。ファンキック、チアで使われる、テクニックの名称です。どういうことかと言いますと、ジャズでバットマンって言って足をこう一本足にしてバンとこうねバンと上げていく技術があるんですけれども、これをファン回して使うということです。今回はパドブレからしっかりとストリートっぽくやりたかったので深くプリエをします。準備をします。そこから斜め、そして正面斜めとイメージ、ファンをイメージしながら足を回していただき、そしてここで後ろにクロスします。後ろにクロスした瞬間にサイドスイングを入れていただき、パドブレからまたファンにつないでいくと、このようなネタをご紹介しています。足1本で高さを調整していくことによっていろんなバリエーションの、動きができるようになりますので、それでファンキックご紹介させていただいた次第です。さあ次に行きましょう。次からは膝下を扱う足上げの種類です。皆さんクラブステップ大丈夫でしょうか。クラブステップやりやすい方としては、準備ポジションが内股でオープンの方でアクセントを取る、こちらの方が簡単なんですが、今回はガニ股が準備になります。そしてインサイドバージョンと私は言ってるんですけど、内側でアクセントを取りつつ、こちらの足を内股の足上げで行っていく、こんな風な応用の仕方もありますので、クラブのステップを扱うときに、はい、うまく内股、膝下利用して股関節と膝下を扱う技術をマスターしていただければ嬉しいなと思っています。ちょっと余談にはなりますが、クラブステップの応用編という動画も出していますので、ぜひそちらもチャレンジしていただきたいです。すごく難しかったです。さあ次にご紹介したいのはヒールタッチです。ヒールタッチ、ハウスの言い方なのかな。私はもうヒールタッチってどのジャンルでも言っちゃうんですけれども、こういうふうに、ガニ股を使っていきます。ガニ股の前と後ろを使ってヒールですから、かかとを腕でタッチしていく、手ですね、手でタッチしていく、はい、これにはやはり膝下を扱う技術、膝下を扱うということは股関節や骨盤まで使っていかなければいけないので、このように軸足の柔らかさと股関節、そして膝下、これをうまくタイミング合わせながら持っていきます。
後ろでも同様です。後ろでも同様です。で、今回は軸足を1、2、3、両足、このようにコンビネーションを作っています。そしてそれに合わせて1回目、2回目、3回目、両足、こういうふうに3回連続でやることによって股関節を前に行って、でまた骨盤を使って外行って、こういう、分かりますかね、こういう動きが練習できるようになりますので、これをマスターしていただきたいなと思って、このヒールタッチ入れさせていただきました。さあ次にご紹介したいのはクリスクロスです。シカゴスタイルっていうみたいですね。この足をガニ股に上げながらクリスクロス、こんなステップですが、これをこっち側にこっち側にこっち側に、はい、持っていきます。で、足16ビートで跳ねながら股関節と膝下、そしてかかとのアクセントのタイミングを合わせていかないので意外と難しいです。さらにちょっとだけこう傾けを入れることによって立体感も出せたりとかしますので、お好みでシルエット調整してほしいです。かなり使いやすいステップなのでぜひマスターしていただきたいです。さあ次に行きましょう。ターンご紹介したかったのでフックターンまずご紹介したいと思います。フック、引っ掛けるってことですね。足をガニ股にしていただいて、で膝を近いバージョン使った方がいいと思います。離れたところで足上げを行って膝を近いバージョン、もう極端な話、ふくらはぎまで膝の近くに持ってっちゃった方がいいかもしれません。これをグッと持っていく、フックしてあげます。グッと、はい、その瞬間にターンを持ってってあげる。これがフックターンです。私自身はね、こう昔から足掛けターンなんて、日本語で言っちゃってるんですけれども、まあ名前はともかくとして大事なのはこの股関節をしっかりと上げること。上げていると骨盤がずれますよね。このように停車します。でそこに合わせた軸足のバランスの取り方をうまく取りながら 3D で体を扱っていかなければいけないので、意外と難しいターンです。さあもう一つ、内股側を使ったステップターンというものをご紹介します。要は後ろ側の掛け回りなんですが、ステップを入れます。トーンとトン、両足でジャンプした方がやりやすいと思います。で空中にいる間に内股、膝離しバージョン使っていただいて、トトンですね、トントン、ここで掛け回りを持ってってあげると。プリエ準備に関しては少し胸のツイスト入れた方がやりやすいと思います。そうしてジャンプすることによってはい、大きくターンを、して、さらに足が回しやすくなりますので、ちょっと半分ぐらい回っちゃってる状態でもいいんじゃないかなと思います。すごく正確にやりたい方はこういう風に持っていくのもありだと思います。そこはお好みだったりシチュエーションによると思います。さあそれでは皆様にご紹介したいのはこの前後のステップで足をかけるっていうだけなんですけれども、皆さんチャールストンできますかね。右足前、左足前、そして左足後ろ、右足後ろ、横からも右、左、左、右、もちろん反対から始めてもいいんですが、だいたいこれでチャールストンやることが多いですよね。で今回は1歩目、2歩目で普通ちょんづきしますが、ここでかけると、そして戻っていく。このかける際に1、内股の膝近バージョン、そこから膝下が回るようにして膝近バージョンのガニ股、また戻してきて後ろに歩くと、こういう軌道を練習していただきたくて組み合わせとさせていただいています。1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4。またちょっと余談になってしまうんですが、これと近い形の応用、チャールストンの応用ステップを練習できる動画がありますので、ご興味のある方ぜひそちらも見ていただきたいです。さあそれでは最後にご紹介したいのは膝下のロールです。膝のねアイソレーションっていう動画もご紹介しているんですが、これがですね足を上げたバージョンで膝下をこのように前後左右と十字架に扱いますね。骨盤をうまく使ったり股関節を使うことによってです。これをロールしていきます。はい、ロールをしましたら内側回しにしといてください。こういう感じですね。そのまま、外から回ってきた時に掛け回りをするというテクニックをご紹介しています。これを少し最初大きなプリエから足上げです。そこからちょっと体を傾けながら横乗り入れながら膝下で回し足をかけターンをしていく。結構ブレイキンなんかで使ってる方多いですよね。ちょっとやってみましょう。セーブンエイドンタラララ、しっかりとガニ股、
内股が意識できてないと使えない技なので、さらに言えばですよ、前に行った時に足1本も出てきますよね。ここをうまくつなげてあげるということを意識して初めて完成する、ちょっと難しいテクニックかなと思います。さあ以上で今回足上げのバリエーションで2種類、足を1本で扱う、膝下で扱うを、取り入れている基礎ステップ、基礎ムーブをご紹介してきました。意外と足上げだけを練習する機会ってないと思いますが、ステップをマスターしていくのに絶対に必要な技術ですので、超地味なんですけども、気分が向いた時に実践編1から5までご用意していますので、ぜひ取り入れてほしいです。皆さんお疲れ様でした。足上げのバリエーション、いろんな基礎ステップやいろんなネタをご紹介してきましたが、できるもの、そしてこれ課題だなと思ったものありましたでしょうか？意外に利用されている基礎って多いはずです。あ、こんなところでも利用されてるんだと気づくことがあると思います。ダンスレッスンに通ったことがある方ならわかると思うんですが、膝を上げるアクセントって取り入れてるクラス結構あると思うんですけど、足1本だったり膝下を扱うアクセントを練習するケースってほとんど見ないです。結構難しい技術なので体系化して伝えていってもいいんじゃないかって思うんですけど、上半身との絡みも出てきてしまうので、時間の関係でなかなか伝えるチャンスってないんじゃないかなと私自身も感じるので、多分そういうことなんだと思います。だから私はこのシリーズで皆様に詳しく解説できたこと、とても嬉しく思っています。それでは簡単に復習していきましょう。足上げの種類を瞬時に使い分けることが目的の動画です。基礎ステップによっては複数の足上げが混在している場合がありますので、頭を整理してから取り組むのがおすすめです。足上げは弾くだけじゃなくて誘導に使ったりキープしたりして使い分けます。これらは解説編の方で詳しくレクチャーしていきます。他の基礎でも使われていることがありますので、意識的に見つけようとすると面白くなると思います。足上げバリエーションシリーズではまとめ解説動画を皮切りに実践編の方を5本お届けしています。各実践編に対して体の使い方だったりコツの方を解説する解説編もセットにしてアップしています。実践編プラス解説編ということで、知識の方も技術の方もバランスよく向上していただきたい、そんなシリーズに仕上げたいと思っています。ステップマスターを目指すためにもぜひ一緒にトライしていただきたいです。ステップが上達する秘訣として、足の運び8方向、足上げ5方向、そして足のクロス4方向、これらのシリーズも必ず皆様のお役に立てることと思いますので、お時間がある時に覗いていただけると嬉しいです。またクラブステップやチャールストンの応用編の動画もアップしています。もし皆様の方からこの基礎ステップを使って応用を作ってほしいなどのご要望がありましたら、とっても嬉しいのでぜひコメント欄で教えてください。関連動画はいろいろとね、概要欄の方に貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンまで押していただけましたら本当に嬉しいです。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。私の最近なんですが、アクロバットを指導する機会っていうのがとても増えたんですね。その中で動体視力を、理解深めていただけたらいいなと思うことが結構あります。動体視力は動いているものを目でしっかりと捉えるという能力ですが、すごいスピードで動くアクロバットではこの動体視力を鍛えていく必要があるわけです。縦の動き、横の動き、奥行きの動き、この3つをバランスよく育てていく必要があるんですが、これは鍛えていけば絶対に能力が上がっていきますし、ダンスにおいてもこう目線がねブレるっていう動きもかなり入ってきますよね。それにも生きてくると思います。年々子どもたちの運動能力が低下しているというデータもあるようですが、スマホ依存とかの傾向もあるのかな。ここだけの世界になっちゃいますよね。いろんな場所をね見るという動体視力を鍛えていってほしいなと思うことがあります。動体視力、今回のメニューなんかもそうですけれども、いろんなね場所を見ることによって自分の位置だったりとか感覚を研ぎ澄ませることができるので、とてもおすすめの能力です。そんなことを感じる機会が最近多かったので、ちょっと独り言つぶやいてみました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。